Welcome to the world of magical girls, guys! 書き直しました。前と比べるとだいぶ変わったんですね。前のアクセサリー覚えてますか？本当に自分のスキルもアップになったと思いました。シンプルだからこそモチーフとして使いやすい。Today we are going to talk about the accessories that a magical girl carries with her that is actually quite important, and hopefully we get a completely upgraded design for this. Let's grab our Apple pencils and do this! プロクリエイト使います。これ書き直した顔ですね。書き直しました。前と比べるとだいぶ変わったんですね。宿題ちゃんとやって本当に自分のスキルもアップになったと思いました。個人的にですけど、後ろにこんなに大きなリボンっぽい髪型があるなら、こっちもある程度、ね、この大きさに合ったバランス取るように、もうちょっと長い方がリボンとしてバランスがいいですね。そうですね。この前を結構アクセサリーがやっぱ思ったより大事ですよね。そうですね。ですね。アクセサリー。なんでアクセサリーが大事なのでしょうか。なんでしょうね。そもそもウサギっぽいキャラクターを作ろうとしてましたので、そのキャラクターの魂と言ってもいいじゃないですかね。そうですね。セーラームーン考えるとやっぱり月の印があちこちに生えたりとかするんですね。そうですね。ピアスに生えたり、ブローチに生えたり、ちょっとセリフに生えたり。そうですね。なのでアクセサリーちょっとレベルアップしました。前のアクセサリー覚えてますか？魔法を解けるように必ず使わなくちゃいけないものです。大事です。照れないで。ほっぺがあった方がいいんじゃない？ウサギ。確かに。ヘアピンに結構目立ってるウサギです。もう統一されるんであれば、ロリータとアリスを一緒にすると、これをつけました。リボン。じゃあこっちもリボン足せばよかったですね。そうですね。こっちもリボン。確かにかわいいかわいい。一応どれから始まりますか？アンチ変身のものを最初にフォーカスしますか？でもこれ難しそう。飲んでもそのキャップを取ったらその首がかわいそう。難しいのでやめて難しいのでちょっとヘアピンから始めましょう。そうですね。今このデザインを見ると、丸いまん丸ではない、耳が長い、目にちょっとなんかびっくりしてる顔をしてるんですね。口がこういう口が可愛いよね。でも特徴は何かというと、口がクロスで耳が長いだけですね。でリボンがつくんですね。リボンもですね。ロリータ風にした方がいいかなと思って。可愛いですね。でほっぺ。そうですね。そうすると口は可愛い方がいいんじゃないですかね。鼻があって、でこういう口がただの鼻、口虫。これだけもできますか？なんか口だけこの感じ。ちょっとなんかね、可愛くない感じなんだけど、それだけに可愛さを出す日本でよくあるんじゃないですか。なんかヒゲっぽい。モッシュ確かにモチーフなので大きく描いたり小さくなったりします。でこういう形の目は大きく描くとどんどんなんか怖くなるので小さくなるともう点になるので、逆に最初からもうこういう黒い目にするかこういう目にするかなんかこういう目にするか、そうすると大きくしても小さくしても変わらない印象がこういう目にするかとか。書き直してみますね。声大きいし目じゃあもう黒くしろ。でほっぺも可愛いよね。でロリータのリボン上にする、下じゃなく。もうロリータっぽくなってますね。口も鼻も なくていいんじゃない？口がどうしようかな。これ逆にちょっと可愛い気がするけど、口の他になんかこういう顔タコになった。あれですよ、ティクタクトー知ってますか？このゲーム勝ったかわいそう。やっぱこの感じ？
キューベ。キューベです。キューベ。なんかいろんな変な形になってる。まあ、口なしにでもいいかもしれない。口なしでもいいんですけど、今の耳のこことここの大きさが全然違うので、そもそもこういう形の耳がいいのか、なんかこういう形の耳がいいのか、どっちか、その中途半端な感じにすると、時々こうなったり、時々こうなっちゃうので、決めた方がいいです。こっちなんかね、薄くて割れそうなので、特になんかアクセサリーちっちゃいんじゃないですか、こっち。なので、やっぱその厚くしよう。厚いままで。真ん中にくっついてる感じ。くっついてない方がいいかな。厚いままで真ん中にくっついてなんでしょうか。日本の人気ラインスタンプのキャラクターがで、うさまる耳がこう確かにいや、まあ可愛いキャラクターよりはちょっとふざけたキャラクターだから、バランスがおかしいわざと。前うさぎはこの形です。V の形ですね。ちょっと V の形ですね。だけどこっちはくっついてません。じゃあ基本のパターンはこれですね。V はこうならないじゃないですか。確かに。だいたいいつも角度が同じ。もうこれにしよう。口なし可愛いじゃないですか。で、なんかギャグのあと目なんですけど、四角い目でもなく丸い目でもない。ゲームっぽいんですけどね。パックマンかな。パックマンか。確かに。じゃあ縦長いにするか、下だけこうして。なんかちょっと面白い形になってきたね。こうやってにする。シンプルでもいろんな形にできるって話ですね。そうですね。ほっぺも同じ。丸くするか、横長くするか。まあもちろん今のバランスが悪くないですよね。目が縦長、ほっぺが横長。じゃあそうしましょう。覚えやすいので。縦長、横長。大きさこれでいいですか。つまりほっぺが目の2倍くらい大きい。おそらくこれが一番自然になると思うんですけど、一回ちょっと小さく描いてみて、大きく描いてみて、あと多分色を塗るときにこうなるんで、これ濃くなりますね。これは多分入れない方がいいです。そうですか。小さくなると描けないんで。トゥーマッチって感じですね。でリボンもこの細かい部分はなしか。ない方がいい。ヘアピンは小さいのでここ描けないですよね。こっちの部屋ですね。これ薄い色を使えば多分ひどくないと思う。中に色塗らなくてもいいんですか、この感じで。おかしいかなと思います。そうなんですか。色を塗るんだったら白でいいのかっていう。逆に今適当に入れた口でもいいんですか、こういう感じの。これでよければ。右にあるやつよりはなんか良くなった気がします。進化したよ、よかった。これでいいんですか。ちょっとなんか幅広すぎの感じがします。じゃあ幅何で決まるんですか。そうですね、決めなくちゃいけないんですか。この幅と隣の耳は同じにするとか、それとも半分にするとか、それで決めればいい。そうですね。ただ長さもあるんですよね。ここからスタート、一番下からスタートすると、大きな V を変えて、なんか近づいてきたんですね。まっすぐにするという話だったんですけど、口はここがいいのか、人間の感じ、日本の感じの人間。おかしい。ほっぺのいい感じ。なんか若くなってます。若くなった。で何をしてるかというと、結局シンプルなキャラクターを考えようとしてます。ここに線があって、ここに線があって、これで顔が全部成り立つ。ここ線2つがあって、ここ2つがあってで全部パーツがそこに持ってるんですね。入るので、シンプルだからこそモチーフとして使いやすい。これがすごいいいと思います。口がちょうど同じ線から出ないところと、真ん中から目を
この上の線に乗せたら私にも覚えやすいと思います。そうするとさらに若くなるんですね。やってみますよ。おー、じゃじゃん。これでいいですかね。いいですかね。なんか耳が太いなって。ああ、そうですか。この耳元だけは丸みをつければちょっと可愛くなる。ちょっと上品な可愛いウサギになっちゃったんですね。そうだ、いろいろ工夫しなくちゃいけないんですね、本当に。だからまあ実はそこまでやってる人は少ない方だと思うんですけど、私はこれでいいやと思ったんだけど、逆にまだいろいろまあいろいろ試さないと、もちろん一番最後に書いたやついいって思っちゃうんです。じゃあ次回また考えて他のいろいろ出てきたら比較して、結局もっといいのが見つかるかもしれないし、逆にいろいろ書いて結局いいのが書けなかったらさすがにこれ最高だったということですね。私は本当に小さなピンだから、まあそんなに深く考えなくても大丈夫かなと思っちゃったんだけど、逆にそれでもいろんなレベルがあるんですね。まあよく、漫画とかそんなに深く考えてないままでストーリーを始めて3年やってようやくキャラクターが決まったみたいな時あるんじゃ、多分シンプソンズもそうだったんじゃないですか。日本のクレヨンしんちゃんもすごく長く考えたわけじゃないですね。実際には30分とか1時間レベルですからね、3年間書いてる人はもっともっと多分磨いてると。リボンに非常に迷ってますけどね。リボン迷ってます。小さいからじゃあふわふわ系のリボンにするか、なんかしっかりしたリボンにするか。彼女のさっきの髪型に戻ると、それに似てるリボンがいいんじゃないかなと思って。確かに。もう全然違うウサギになってる。これどう見てもやっぱ適当ですけど、一応これ最初のバージョンじゃないんですよ。これ考えたやつじゃないですか。一番最初のバージョンがまたすごい、これよりもすごい適当なはずです。一番最初のバージョン見つかった。これです。だんだん進化しましたですね。でもこれはこれで可愛いと思いますけどね。ありがとうございます。某キャラクターそっくりじゃないか。すいません。最初はもっと適当でこれ考えてこれ作って、今これになったんですね。そっか。リボンを片方だけです。片方だけ。キティちゃん。キティちゃんのイメージが強いですね。耳からはみ出てない。耳の真ん中くらいまで書くとぶつからないので大丈夫ですね。リボン自体は V を書いてる線から始めれば冠にも見える。確かに。まあでもドリタにもありそうだし。形はその下を向いてると、上を向いてる、2種類ですけど、耳があるから上にした方が向きが一緒ですね。時々反対にした方がいいんですけど、反対にするとやっぱ大きくしないと見えにくいかな。いいですね。上に伸びてる。伸び伸び。そう、元気っぽい。このリボンのコンセプトを無理やり言おうといえば、そうですね、冠みたいに頭にポツンと置いてある感じですね。で、やっぱり瓶にはこういう形合わないとかちょっと調整することになるかもしれない。わかりました。やっぱり首はこういう感じになるとか、わかんない。何それ。Thank you なった。ありそうだ。これ光っていればいいんですけどね。実はウサギではなかった。Thank you でした。メインモチーフを決めました。宿題としては、新しく考えたデザインを使ってもう一回これをとこれを書いてもらいましょう。OK。次回お楽しみです。続きです。